い、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、皆さん人の話を聞くときって何を聞いてますか？言葉でしょうか？それとも内容でしょうか？それともその人の気持ちでしょうか？今日は聞く力のある人がやってる3つのことっていうことでお話ししていきます。では結論からいきます。聞く力のある人がやってる3つのことです。まず1つ目です。言葉ではなくて背景を聞いてます。そして2つ目です。称賛しながら聞いてます。そして3つ目です。類似性を大事にしてます。今日はこの3つを順番に解説していきます。そしてまた皆さんにお会いできるように今のうちにチャンネル登録とそしていいねボタンよろしくお願いします。そしてこの動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話っていうコーナーがあります。私が日常で感じたこと、そして気づきなどをお話ししております。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。はい、では本題に入りましょう。聞く力のある人がやってること3つ。まず1つ目です。言葉ではなくて言葉の背景を聞いてます。例えばですね、同じ大丈夫っていう言葉でも本当に大丈夫な時と無理をしている時では意味が全く違いますよね。だから聞く力のある人はこう考えながら聞いてます。この人はどんな気持ちでこの話をしているのだろうかと。例えば悲しいのか、疲れてるのか、嬉しいのか、この気持ちを考えながら聞いてます。そして私自身もこれを非常に大切にしてきました。この人は私に何を伝えたいのか、この人は私にどう理解してほしいのか、これにいつも焦点を当てながら人の話を聞くようにしてます。はい、聞く力のある人がやっていること2つ目です。称賛をしながら聞いています。聞く力のある人っていうのは評価ではなくて称賛、承認しながら人の話を聞いています。例えばそれはすごいですねとか、よくそこまで考えましたねとか、よくそんな発想ができましたねとか、こうして称賛しながら人の話を聞くと相手は自然に心を開いてくれます。人の心っていうのは否定されちゃうと閉じちゃいます。逆に認められると開きます。はい、聞く力のある人がやってること3つ目です。類似性を大事にしている。これどういうことかって言いますと、聞く力のある人は相手に合わせる力を持ってるんです。例えば話すスピード、声のトーン、そして感情、表情まで自然に合わせてるんです。これを心理学ではペーシングっていうんです。例えば年配の方ってゆっくり穏やかに喋るじゃないですか。なのにこっちが早口で喋ってしまうと相手は疲れてしまいます。なので私いつも相手のリズムに合わせて喋るようにしてきました。今思うとですね、会話っていうのは内容だけではなくてリズムでも成立するってことなんですよね。はい、では今日の話をまとめます。聞く力のある人がやってること3つです。まず1つ目、言葉ではなくて背景を聞いています。そして2つ目です。称賛しながら聞いています。そして3つ目です。類似性を大事にしています。では皆さんにここで質問です。皆さんどれを一番大事にしてますか？相手の気持ちを考えて聞いてる、相手を称賛して聞いてる、相手のペースに合わせて聞いてる。ぜひコメント欄で教えてください。では続きまして、さゆり先生の小話コーナーどうぞ。ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。今日はですね、ボケとツッコミの話をしようと思います。私最近大阪から東京に引っ越ししてきたんですけど、ある違いに気づきました。大阪では全員ではないけど頭の回転の速い人が
このボケとツッコミが本当に上手なんですね。ボケたら突っ込んでくれる。だからこそテンポよく会話が進んでいくんですよ。例えば私がボケたとします。で相手が突っ込んでくれました。こういう時ってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。なんでかって言ったら、私のボケが認められた、私のボケを拾ってくれたっていうので承認欲求が満たされるんですよ。ほんで笑いのセンスが一緒なんだなっていうので親近感が湧くんですよ。でもここ関東ではね、突っ込まれるイコール上げ足を取られるっていう風に認識してる人が多いんじゃないかなと思いました。っていうのはね、こっちの人と話してて私がわざとボケたんですよ。ほんならそんな言ったら突っ込まれるわよって言って守ってくれて心配してくれたんですよ。その時と思いました。ほんでそこで私思ったんですよ。なんでそうなんかなって考えてたら、きっとね、失敗したら恥ずかしい、失敗したら怖いと思ってるんですよ。で、私たちって失敗しなかったら成長もしないんですよ。なので誰かが失敗したっていいじゃない。ね、人の上げ足を取るのではなくて、誰かの足が地面から上がったら足を持って地面に戻してあげる。この気持ちでいないとダメですよね。はい。私はこれからも笑ってボケて突っ込んでたくさんの人と関わっていこうと思ってます。もし私がボケたらもう遠慮なく突っ込んできてくださいね。その方が会話は絶対に楽しいから。はい、以上でさゆり先生の小話コーナーでした。皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。